はい、どうもこんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、マイボートの上からお送りしておりますよ。今日はですね、リベンジでございます。以前こちらの動画でカワハギを釣ってきたら、カワハギが全部臭い個体でとっても食べられるものじゃないですよという動画上げました。これ何かと言いますと、カルキ個体といって、魚がなんかギボシムシっていう特殊な虫を食べると、そういうカルキみたいな薬品みたいな匂いを発しちゃうんですって。でもこの前のおかしかったんですよ。パーフェクトで臭かったんです。全部。そんなことはね、僕ないと思うんですよね。で、僕いろいろ調べて原因分かりました。あれ、僕とりあえず生けすで生かしといて、全部一気に締めて、でこのバケツに海水氷を作って、そこにどんどん入れて血抜きをしてたんですよ。でこのバンバン入れていくうちに、カルキ個体だったカワハギが入ってて、中で全部伝染しちゃったんですよね。ちゃんと釣れたら締めて1匹ずつちゃんと丁寧にジップロックに入れて持ち帰りたいと思います。でそれで全部カルキ個体だったらもうダメです。めちゃくちゃ反応が出とるけどね、これすごいよこの反応。じゃあ行きます。水深が 5m、 特に魚探には反応はないけど、でもこういうとこでもカワハギいるんですよ。普通に着底したらちょんちょんと誘って、てかアサリのむき身って最強の餌ですよね。ほらもう当たってる。ちっちゃいな当たりが。これカワハギだ、絶対カワハギ。お、来た。なんか釣れた。なんだろう。おい、来たー。おい、カワハギ。もう一発。本当に一頭一匹なんですよ。びっくりするんです。でこの前はやってなかったけど、ここの段階で匂い確認。全然カルキの匂いはしないですね。肝パン相変わらず。なんかちょっとまた肝の大きさ大きくなったって感じですね。とりあえず1匹、今日はね5匹ぐらい釣ってきます。とりあえず生けすで生かしておきます。生けすの水もねピッカピカにしておきました。さあ、じゃあもう一回いきますよ。また釣れますからね。チャリコかベラか、カワハギ、あとたまにカサゴいきます。さあ、お先見とってくださいね。はい、これカワハギの当たりです。今の竿先にはあまり出ないけど、これ今のピクピクです。あれカワハギです。ちょって当たったやつ。あ、うわ欲しい。全部餌ない。こういうことです。いや、秋だね、海が。いや、もう本当に肝が美味しいカワハギが食べたいんですよ。もう一回来ちゃうぐらいですからね。いいポイントは最高。あとは釣り手の問題。あと4枚だからね、大事に釣っていきたい。はい、ここにアサリがあるよーってふわふわさしてカワハギを誘う。そうすると来てるよ。寄ってきた。釣れた。カワハギっぽい。これはちょっと大きいよ。これなんだ。お、カワハギだ。でかい。しかもでかい。このカワハギはいいの釣れた。こんな市場で買ったら1匹800円ぐらいしますよ。ほら、この大きさね。肝パンメスですね。オスはここにピョッと1本長い線がありますからね。全然カルキ臭くない。でこれを一旦いけすに、心なしかすごく気持ちよさそうに泳いでますね。絶対これも美味しいでしょう。さあ、マギガに帰ってきました。船もつけてもうバッチリです。今日はこんだけですね。これが3人の釣果ですね。僕が5匹もらって、あとは従業員用ですね。これすごいよ。こいつめちゃくちゃ太っとる。すごいね。じゃあ締めていきますね。まずはトゲを切っちゃう。危ないんでね。そしたらここですね、目の横、ここに1本ブスッと、はい、これ入りましたと。で目の横傷つけたらここエラがありますんで、エラも傷つけると。はい、これ OK。 尻尾にもちょんと切れ込み入れて、で海水でシャバ塩落としていくと。で本当はここに氷入れてバンバン冷やし込みたいんですけど、前それやってカルキ臭くなっちゃったんで、もうこれ血抜いたら一匹海水捨てます。海水捨てて新しい海水にしていく。もうこれの繰り返しやっていきます。これも美味しそう。まず切って目の横ですね、ここに1本で、エラここに1本で、尻尾に1本、123ですね。シャバで、カワハギは本当に締めた方がいい。のじめだとね、肝にすごく血が回っちゃって、せっかくのカワハギの価値が台無しになっちゃいますんでね、できるだけ締めてあげた方がいい。そしたらこのように締まって血抜きもできたら、もう一匹こうやって
ジップロックに入れます。もうこれで映らないでしょう。でこの状態でクーラーボックスに入れて持ち帰るという形でございます。それでは帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。今日の超過がですね、じゃん。はい、こんな感じとなっております。僕の取り分は5枚ですね。で、一尾一尾丁寧にジップロックに入れてありますんで、もうこれで大丈夫でしょう。今日は丁寧にやりましたからね。うわ、でもなんかこの前よりやっぱり大きいし、肝が肥大化してる気がする。でこの前行った時より水温が5度6度ガクッと下がってますんで、また海の状態も変わってますから、それがどう出るかですよね。本当に釣った時はもっと大きいかなと思うんですけど、持って帰ると意外とちっぽけなもんですね。じゃあサイズを測りますか。まずサイズが21センチですかね。次は重さがよいしょ、お、220g ですね。でかいい型じゃないですか。問題はここから臭いか臭くないか。開けてみます。緊張するなこの瞬間。いきます。うわ、肝でっか。何これ、すごいわ。匂い嗅ぎます。おお、臭くない。全く臭くない。来たよ。この前のはなんか伝染したんですね。僕閉める時か、多分クーラーボックスに入れた時かわかんないですけど、多分クーラーボックスかな。全然臭くない。これめっちゃ価値がある。ほら、肝だけで何グラムあるんだろう。肝だけで20グラムもありますよ。200グラムぐらいの個体から20グラムの肝ですからね。10分の1は肝の重さってことになりますから。肝パンですね。なんか食べてるのはこれなんだろう。エビなのかな。人手みたいな赤いやつ食べてますね。2匹目いきます。これもブリッとしてますね。大きさ自体はちっちゃいけど、ビリビリビリ、すげえって。匂いいきます。全然臭くない。まるで違う。これじゃあもう極上のカワハギじゃないですか。これよ、うまそう。最高の肝。もう血も回ってなくてね、ピンク色。これ最高なんです。3枚目。うわ、めっちゃ餌食べてる。餌で使ってたアサリのむき身が出てきましたね。アサリのむき身となんか砂を噛んでますね。だからこの砂を噛んでるってことがちょっと怖いんですよね。こういうのにギボシムシが入ってたりするんで。あ、でもアサリばっかだ、俺の巻いてた。さあ3匹目。全然匂わない。なんか魚臭さすらもないですね。もう3匹分でこの肝の量。お次、これもすっごい餌食いだな。臭くない。全然臭くない。最後、臭くない。パーフェクトで臭くないです。やはりこの前はじゃあどこかで映ったんだな。というわけでこんな感じで肝たくさん取れましたと。で5匹分の肝何グラムだろう。よいしょ、ほぼ 100g ですね。味方もついてた。取らなきゃ。100g の肝が取れましたと。これはごちそうですね。そしたら氷水で軽く洗っていきます。シャバ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 ーっと。今回鮮度めちゃくちゃいいし匂わないのでいらんことしません。火通したりだとか裏ごししたりだとかしません。肝ぶつ切りに切って豪快に食らいたいと思います。はい、じゃあ洗えたら一度ざるに置いて冷蔵庫に入れておきますね。全然臭くない。では3枚におろしていきます。ここで切って皮をまず剥いでいきますね。ピロ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 っと。はい、まず表側の硬い皮が剥けましたと。全部この状態にしていきます。はい、この状態になりましたら3枚におろしていきます。あ、まだ動きますね。ほら、こうやってピク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 っと。身の方はこれどうだろう、1日置いてもうまいだろうけどね。今日はあえてこのプリプリの鮮度抜群の池の身と取り出したての生肝でいただきたいと思います。こんなの贅沢だよ。お店屋さんでもなかなか食べられないですよ、この鮮度感は。はい、この状態になったらお腹の膜を外しますと。はい、この状態。そしたらここに血合い骨がついてますので血合い骨を外すと。おろしたての包丁はすごく切れやすいな。そしたら薄皮を剥ぎます。はい、この状態にしていきます。はい、この状態になりました。そしたらどんどんおろしていきます。
したら氷水にお塩を入れて、こちらのさばいた身をくぐらせて軽く洗っていきます。このひと手間が本当に大事。特に釣ってきた魚は特にこれ大事です。やっぱりさばいてる工程でどこか包丁にこういう血合いがついて、その血合いが身についちゃったりしてる場合ありますんで、そういうのを洗い流すっていう意味も込めて最終仕上げですね。で、氷水に食塩入れれば身もブヨブヨになりませんので、安心してジャブジャブ洗ってください。で、必ず洗った後は水気をしっかり取らなきゃダメですけどね。これをすると白身魚のお刺身が美味しくなります。魔法のようにね。そしたら水気を拭き拭きと。ではこちらのお皿に盛り付けていきます。カワハギの薄作りはここからが腕の見せ所ですからね。お皿に盛り付けていくんですけど、切る方向は必ず同じ向きの柵を切っていきます。なんで背中側の右向きの方、左向きの方でお腹側でいきます。そうしていかないと、こっち切って次こっち切って、次はお腹切ってとかだと、盛り付けた時に刺身の形がバラバラになっちゃいますんでね、刺身の形を揃えるという意味でも同じ方向の部位の柵から切っていくと。で、僕は尻尾から切っていきます。うわ、まだ動くね。このぐらいの大きさに。さあ、どのぐらい切れるかな。ちょっとお皿が大きい気もするけど、いやでもこのぐらいいけそうだけどな。背中の渋い位置でだいたい5枚取れましたね。こういう感じでどんどん切っていきます。はい、次こっち側いきます。はい、そしてこっから始めたのにここで終わってるんでちょっとミスってますよね。そういう時はこうやってここで修正をしていきます。どこでずれたんだろう。ここら辺からずれてるな。上手い人はね一発でここ行くんですけど、僕ね下手くそなんでここでいつもねつまずくんですよ。よし OK。 でもね完璧じゃなくていいのよ。完璧主義はね疲れちゃいますからね。特にこういうね YouTube ってお仕事はね完璧主義だともう疲れちゃいます。人間ね苦手なこともあって失敗したり間違っちゃったりすることもありますからね。いいんです。じゃあ2周目いきます。2周目はね結構簡単なんですよ。なぜなら1周目のこのアシストがあるんで。ただこれちょっと足りるかな。できるだけね5匹のカワハギを大きいお皿に盛り付けたいんだ。たくさんあるように見せたいので。思った通りでしたね。2周目で背中の方全部なくなりました。あとはお腹の方ですね。できれば4周させたいんですよ。4周させて真ん中に肝をどっさり置きたいと。はい、3周目いきました。あと1周。残ってる身はこんだけ。十分です。ぴったりだな。うまく巻くことはちょっとまだ難しいんですけど、この分量、だいたいこのぐらいの魚の身で、このお皿でこのぐらいできるなっていうのは、もうなんか身につきましたね。あとは綺麗に盛り付けるセンスだな。いや、僕の視聴者さんはね、優しいんで、これでも綺麗ってすごいね、嬉しいことばっかり言ってくれるんですけど、僕からしたらね、これまだまだなんですよね。まだほんと50点ぐらいなんですよ。いつも温かいコメントありがとうございます。本当もう。本当に僕はね、いい視聴者さんを持ちました。よし。OK。こんな感じですね。ちょっとここら辺ケチって、隙間空いちゃいましたけど、まあ、こんな感じでいいでしょう。切り出しがこんだけですね。これはまた肝和えとかにして食べます。そしたら大葉がないので、笹の葉。そしてここに肝ですね。肝を、まずこの腸とかこういうところは取りますね。綺麗に取って、でも思いのがちょっと肝が多いね。これ全部は乗らないので3つにしときます。なんて贅沢なことなんですかね。肝が多いから乗せれないっていうね。一回は言ってみたかったワードですわ。よし。で、このぐらい、もうあえて今日はもうざく切りですよ。よし。もう醤油に溶かすなんてケチくせえまねはしませんよ。なぜなら肝余るほどありますからね。たっぷり真ん中に、これでもかっていうぐらい
乗っけて、うわー、贅沢。これですよ。なんでここで少しすだちも切って盛り付けて、で菊の花で秋らしくもみじなんかも添えちゃったら、はい、これで釣りたてカワハギの薄作りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら釣れたてカワハギの薄作り豪快肝のせ、一皿値段つけるとしたら、そうだな、2980円。ちょっと高いですかね。ではではいただきますよ。ここら辺のツヤツヤ、釣れたてだからこの透明感なんですよね。この透明な身にこのクリーミーなプリップリの肝、これを置いて、この身でサンド、生肝サンドでこれでいきます。醤油にちょっとつけていただきます。うわー、うめえ。これよ、カワハギはこれんでやたらうまいな。うわ、これです、僕が求めてたのは。クリーミーだな。でこの鼻から抜けた時の香り、甘い。なんて濃厚なんだろう。てか肝がめちゃくちゃうまい。この前うちのスタッフにね、カルキ臭いやつ食べさせちゃったんで、あれからうちのスタッフがカワハギ恐怖症なんですよ。やば。おーい、来てー。お、来たな。はい、さっき釣ったやつ怖いか。怖いです。ちょっとまだトラウマが。俺を信じろ。生肝サンドでいってごらん。これ新しい箸だから。ありがとうございます。サンドして大きいやついきな、大きいやついきな。お、そんなちっちゃいやついっちゃダメだよ。大きいやついきな。そう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 、いいねー。うわ、それはいいよ。はい、どうぞ。いただきます。うん、全然臭くないです。めちゃくちゃうまいな。めちゃめちゃうまいです。カワハギってやっぱこれなのよ。よかった、なんかトラウマがまた一つなくなった。蘇りました。美味しいっていう。あれはシャレにならんかったな。やばかったです。本当に2日ぐらいなんか体の中からさ、カルキ臭が消えんかったもんね。違いないです。これは贅沢だ。ちょっとめちゃくちゃなことやっていいですか。この肝だけ。うわー、うんまっ。全然脂っこくないな。舌触りと舌に残るこの甘みとかコク、濃厚さは本当にバターを食べてるような感じなんですけど、ものすごい脂がサラサラなんです。すごいんですよ。体にすんなり馴染んでいく、そんな綺麗な脂。ほんでね、甘みがすげえわ。やっぱ今の時期のカワハギは最高だね。はい、ということで今日はこちらの釣れたてカワハギの池作りときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、でん、ギロのやつ。冷酒も捨てがたいが、ここはさっぱり銀色のやつでいきましょう。もうそろそろ熱燗の季節ですね。はい、こちら7対3ですね。いただきます。釣りって最高だぜ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は以前釣りに行ってカルキ臭かった場所、そこに再度行って釣れたカワハギでお刺身リベンジしてみましたけども、めちゃくちゃうまかった。特別うまかった。やっぱカルキ個体原因が分かった。一匹めっちゃ臭いのがいて、それを締めて同じクーラーボックスに重ねて置いておく。これが一番ダメですわ。同じ海水でジャバジャバ洗ったのがダメとかじゃなくて、あれ重ねてずっと1時間2時間ぐらい置いといたのがダメでしたね。伝染しちゃった。みかんも大量のみかんの中に一つでも腐ったのがあると、どんどんその鎖が伝染していくじゃないですか。カルキ個体の魚っていうのもそういうことなんですよね。でこれ分かっておいてほしいことがあって、これは海が汚かったとか、その汚染されたとかで匂ったわけではないんですよ。ギボシムシっていう潮干狩りとか行くと、こうなんか砂浜になんかソフトクリームみたいなグニョグニョっていうのあるじゃないですか。なんか砂がもりっとなってるやつ、下にギボシムシがいるんですよ。もう誤解みたいなやつで、そのギボシムシっていう虫をお魚がたくさん食べると一定の確率でカルキの匂いになっちゃうんですよね。僕もね、ギボシムシっていうものを生で見たことがないし嗅いだこともないんですけど、まあさぞかし臭いんでしょうね。あれは厄介だわ。
匂うだけだったらまだしも、伝染するっていうのが本当に厄介ですね。ほんで、匂いも煮ても焼いても残るっていうの、これも本当厄介。でもね、そんなにやっぱ確率は高くないですね。僕のスタッフが釣ったやつも、さっき全部さばいて匂い嗅いでみましたけど、1匹もいませんでした。なので本当に何十匹に1匹とかの割合じゃないですか。でその1匹が入ってると臭くなっちゃうということですね。にしても愛知のカワハギはうまいですね。僕カワハギ好きなんで、いろんな産地のカワハギ見かければ買って自分で食べるし、居酒屋さんであったら必ず頼むんですけど、この時期の愛知のカワハギが、今んとこ暫定1位かな。この時期ですよ。秋口限定ですけどね。本当にこの肝の甘さがすごいんですよ。皆さんも機会あればぜひご賞味くださいね。はい、というわけで行きましょう。ありがとうございました。バイバイ。